ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。一度開業した鉄道路線の廃線というのは、利用者の減少や当時の国や自治体の政策などさまざまな理由によって誕生してしまいます。廃止となった路線はその後復活をしないまま姿形ごとなくなるケースとなっているのがほとんどではあります。廃線跡地を道路にしたり宅地化や商業地化したりするケースもあるでしょう。しかし新線開業の際に廃線の跡地を活用したり、地元の要請で事業者を変えて廃線が復活したり、また手続き上一旦廃線の手続きをして移管されるなど、廃線になった路線が姿や形は変われど復活したというケースも多くはないですが日本であります。ではそんな廃線から復活した路線にはどのような路線があるのでしょうか。そこで今回は一度廃線になった路線が復活した事例について8路線の事例を紹介し簡単に解説していきます。それでは本編へどうぞ。名鉄小牧線上飯田安島間。名鉄小牧線は愛知県名古屋市北区の上飯田駅から愛知県犬山市の犬山駅までを結ぶ全長 20.6km の路線です。現在はほぼ全ての列車が上飯田から先、名古屋市営地下鉄上飯田線へ直通し平安通りまで運転されます。名鉄と地下鉄の境目となる上飯田駅は現在地下になっていますが、名鉄小牧線が地下になる前は矢田川と庄内川を渡る橋がかかっていました。この橋を経由する地上線は地下になったと同時に、線路切り替えのような形で役目を終えています。ところでこの上飯田から安島にかけての地下線区間、建設する際の事業主体は名鉄でも名古屋市交通局でもなく、上飯田連絡線株式会社という第三セクターが行いました。この第三セクターは愛知県、名古屋市、小牧市などの沿線自治体と名古屋鉄道など民間企業が出資した会社となっており、平安通り、安島間の線路を所有している第三鉄道事業者でもあり、名古屋市交通局と名鉄はこの会社へ線路使用料を支払っています。したがってこの区間は名鉄も名古屋市交通局も現在は第二市鉄道事業者という格好になります。そして名鉄の上飯田安島間は第一市鉄道事業者から第二市鉄道事業者という扱いとなったのです。その際に上飯田安島間は手続き上においてのみ2003年3月27日に一旦名鉄の路線として廃止され、同日付で地下の新しい新線が開業した形となったのです。名古屋市内と小牧市が便利に結ばれたことに変わりなく、一般旅客から見れば新設の地下線へ切り替えということになるのですが、実は一旦廃止されてから同日に同じ区間が開業するというこのテーマに沿った動きをしているのでした。富山地方鉄道富山港線。富山地方鉄道富山港線は JR 愛の風富山鉄道の富山駅に隣接する富山駅停留場から富山駅と同じ富山県富山市にある岩瀬浜駅を結ぶ路線です。現在は LRT による列車の運行をしていますが、この路線の歴史をたどると移管や廃線、復活を繰り返しています。どんな歴史をたどってきたのでしょうか。富山港線は1924年、富山地方鉄道の前身である富岩鉄道の手によって建設され、開通しました。その後富岩鉄道は富山電気鉄道を経て、富山地方鉄道に移管。しかし1943年に戦時中の戦時買収政策による私鉄の国有化に伴い、私鉄から国鉄へ買収され国鉄富山港線となりました。国鉄が爆発した後も JR 西日本が運行していましたが、JR 西日本は利用者数の減少や新幹線開業に伴う富山駅高架化などもあり、富山港線について廃止も検討していました。しかし沿線が市街地化しており廃止、バス転換をすると、不利益面での弊害がかなり大きかったのもあり、富山港線はライトレール化することになったのです。富山市はこの構想に応じて富山港線を運営する第三セクターである富山ライトレール株式会社を2004年に設立しました。そして2006年4月に富山港線は JR の路線ではなくなり、
新たに富山ライトレールとしての富山港線となったのです。この際2006年3月1日をもって JR 富山港線を廃止し、同年4月29日に富山ライトレールの路線としてほぼ同じ区間で新たに開業するという手続きを踏んでおります。空白の期間には代行バスも運転されましたが、この路線も実は単純な移管ではなく一旦廃止後に再開業という本動画のテーマに沿った動きをしていたのです。その後富山市は南北の路面電車を富山駅で接続し、市内の南北を路面電車でつなぐことによって鉄道による街の分断をなくし活性化させる計画を進めました。この一環で2020年2月に地鉄の富山駅前電停に乗り入れ、この時富山ライトレールと地鉄の市内電車がつながりました。それ以降市内電車と富山港線は直通運転を実施しており、この際に富山ライトレールは富山地方鉄道に合併。富山港線も77年ぶりに地鉄の路線となり、富山地方鉄道富山港線として復活したのでした。東急新玉川線。東急新玉川線は二子玉川、渋谷間の路線で、現在の田園都市線近く間にあたる路線の旧称です。2000年8月に目黒線が開業した際、事実上運行形態が一体化していた田園都市線へ編入され、新玉川線という呼称はこの時に消滅しております。ところで、新がつくから旧はあるのかと思うかもしれません。もちろん旧の玉川線はありました。東急玉川線は現在の渋谷、二子玉川間において、主に国道246号線の上を走っていた路面電車です。開業当時は玉川電気鉄道という事業者が運営しており、地元では玉電と呼ばれて親しまれていました。玉電は1907年に渋谷、玉川間が開通しました。もともとは玉川の砂利を輸送するための鉄道でもあり、砂利電という通称でも呼ばれていました。その後沿線の開発や遊園地の開園や電力供給事業を手掛け、1927年には玉川から先溝の口まで路線を延伸。1938年には東京横浜電鉄と合併し、1942年に大東急化した東京急行電鉄の路線となったのです。また玉川、溝の口間は輸送力増強目的で大井町線へ編入。玉川での砂利採取が禁止された1934年以降は、玉電も旅客輸送が中心の路線となっていました。しかしそんな玉電も自動車の普及によるモータリゼーション化によって変化が訪れます。国道246号の渋滞が慢性化して定時運行が困難になってしまうと、ノロノロとしか走れないから邪魔電とも呼ばれるようになり、さらに首都高3号渋谷線を玉電の用地を一部活用して建設するため、1969年に玉電こと玉川線は廃止となってしまったのです。廃止後は代替バスが運転されていたものの、首都高3号渋谷線の一部と一体的に作るような形で、旧玉電の線路の地下に新たな地下線を建設したのです。これが1977年に開業した東急新玉川線であり、当初は田園都市線と新玉川線の運行形態は分離されていましたが、次第に現在の運行形態に近い運転となっていき、2000年8月に分かりやすさを重視することも含め、新玉川線は現在のように田園都市線の一部となったのでした。近鉄京都線、丹波橋、京都間。近鉄京都線は京都と大和西大寺の間を、当時、武田、丹波橋、大久保、新田辺、新放送の高野原などを経由して結ぶ路線です。その中で京都市内の南に位置する京都、丹波橋間についてご覧いただいているようにこの付近について、京阪電車と JR 奈良線と入り組んでいる場所です。実はこの付近には昔、東海道線の線路がありました。東海道線の大津、山科間には比叡、第五山地、さらに山科、京都間は東山という険しい山があり、現在の東海道線、琵琶湖線はここをトンネルで貫いています。しかし1880年に現在のゼゼ、京都間が開業した時は、
トンネルの掘削技術がまだ確立されていなかったため、南に迂回するルートを取っていたのです。開業当時この区間には大谷、山科、稲荷と3つの駅がありました。しかしその後の列車の長大化とトンネル技術の発達により、大津、山科間と山科、京都間にトンネルを建設し1921年に開通。同時に旧線は廃止となりましたが、廃止された旧線のうち京都、稲荷間は放棄せず、そのまま奈良線が活用することになります。奈良線は前身である奈良鉄道が1895年に京都、伏見間を開通させたことに発端を持つ路線です。奈良鉄道はその後この路線を延伸し、1896年に京都、奈良間の全線が開業しました。ただしその後1907年に国有化され、鉄道省、国鉄、JR の奈良線となりました。また当時の奈良線の京都、桃山間は、現在の近鉄京都線のルートのところを運転していました。東海道線の旧線が廃止となった際、奈良線はルートを変更し京都、稲荷間を東海道線の旧線を活用し、その上で稲荷、桃山間は新線を建設しました。この時奈良線は現在のルートになったのです。一方ルートが変更されて廃線となった旧奈良線は、そのまま廃止されるかと思いきや奈良電気鉄道が買い取りました。奈良電は1928年に現在の近鉄京都線を開業させた際、この廃線となった旧奈良線の線路を一部で活用して、現在の近鉄京都線を開業させたのでした。ちなみに奈良電は1963年に近鉄と九州合併し、それ以降は近鉄京都線として運転されています。蒲蒲線。この動画では基本的に一度廃線になったものの復活し、その復活した路線が現在も走っている事例を紹介していますが、ここで未来に復活する計画の路線を紹介します。蒲蒲線は東京都大田区が新空港線として、現在計画を進めている路線のことを言います。東急多摩川線矢口の渡駅から地下に入って JR、東急の蒲田駅と、京急蒲田駅の地下を通り京急空港線大鳥居駅から羽田空港へ直通するものです。羽田空港から東急多摩川線を経由し東横線、東京メトロ副都心線を経由して新宿、渋谷、池袋などの副都心地区や、乗り入れ先の東武東上線や西武池袋線へと列車を走らせようという壮大な計画の一部が蒲蒲線の計画です。ただしもともとは800メートル、徒歩15分弱程度離れている JR 蒲田駅と京急蒲田駅の間を結ぶ路線として計画されたものです。そして実はこの蒲蒲線、第二次世界大戦後に存在していた路線でもあるのです。戦後日本を占領下に置いていた GHQ の主力だったアメリカは、当時羽田アーミーエアベースとして使用をしていた羽田空港からの貨物を国鉄蒲田駅へ送るため、現在の京急空港線の 1435mm 機関の上り線を撤去した上で、国鉄規格の 1067mm 機関の線路を敷設し貨物輸送をしていました。この時 1067mm 機関の線路は国鉄蒲田駅まで伸ばしており、この線路は蒲蒲連絡線という通称で呼ばれていました。また国鉄蒲田駅と現在の京急蒲田駅の間には小規模な操車場もありました。ただし1952年7月に羽田アーミーエアベースは日本に返還され、東京国際空港として再出発を果たします。それに合わせて同年11月にこの貨物輸送は終了し、路線も撤去され跡地は道路などに転用されています。また戦時中の大東急も戦後の復興策において、東急目蒲線と現在の京急空港線を結ぶ路線を計画していたのですが、大東急が解散したのに伴いこの計画は白紙となりました。この蒲蒲線計画が実際に供用を開始すると、実質的に蒲蒲連絡線の復活ということになります。近年になってその計画は進展を見せており、2022年には整備主体の羽田エアポートライン株式会社を設立。しかし東急と京急の線路幅が違うことに関する問題や、地元住民への説明など事業としてあまり進展しておらず、
東急は計画を推進しているが京急はあまり乗る気でないなど、関係する事業者間においても温度差があったり、さらに総事業費も莫大で誰が負担するのかなどの問題もあり、多額の税金投入してまで効果があるのかどうかを疑問視し、地元では反対運動も立ち上がる動きもあります。京王高尾線。今や東京屈指の観光地となっている高尾山。ミシュランガイドの3つ星にランクインされた後、日本だけでなく世界からも登山者が増えており、最近のデータでは年間300万人の登山者が訪れ、登山者世界一の山とまでになりました。ところで、そんな高尾山への登山者の輸送を担っている路線こそ、京王高尾線です。京王線の京王八王子駅手前にある北野から分岐して、JR 高尾駅を経由しながら高尾山口までを結ぶ京王高尾線は、1967年10月に一括で開業した路線となっています。しかしこの高尾線の一部区間、実は廃線した路線を活用し復活したのです。京王高尾線が開業する前の昭和初期である1931年に京王御陵線という路線が開業しました。この京王御陵線は北野から片倉、山田を通り、中央線と甲州街道を高架でまたぎ、玉子陵前を結んでいた路線です。京王御陵線は大正天皇が崩御された後、皇室で初めて関東地区の墓所となった玉子陵に参拝する人を輸送するための路線として建設されました。しかし第二次世界大戦中に京王が東急と合併し、戦況が悪化した1945年に不要不急路線として御陵線は指定され、御陵線は開業して14年で営業休止となりました。戦後東急から分離独立した京王帝都電鉄は、高尾山のアクセスと沿線の宅地開発を行うため、高尾線の建設計画をすることになりました。その高尾線の一部区間である北野、山田間は、休止されていた御陵線の線路を復活させて建設し、新規に建設するその先の区間と合わせて開業させました。そして1964年に高尾線の事業免許が認可された際、御陵線は休止から復活することなく廃止され、1967年に北野、山田間は高尾線として新規に再開業したのでした。ちなみに旧御陵線の廃線跡は農地になったり道路になったり、宅地化するなどしてその後はかなりなくなっています。しかし遺構の一部は現在でも残っており、高架橋の橋脚が住宅街に鎮座しているところがあります。越前鉄道、勝山永平寺線、三国あわら線。福井駅から永平寺口経由で勝山までを結ぶ勝山永平寺線と、途中の福井口から分岐して三国港を結ぶ三国あわら線という、2つの路線を持つ福井県の越前鉄道。地域輸送と福井県の主要観光地であるあわら温泉や、永平寺、東尋坊、福井県恐竜博物館などへのアクセスを担っています。また2016年に三国あわら線の田原町、鷲塚針原間で、福井鉄道福武線との直通運転を開始しており、路面電車が大爆走することでも一部で知られています。そしてこの越前鉄道も復活した路線であり、以前これらの路線は京福電気鉄道が運営していました。京福電気鉄道といえば嵐電や京福電車として親しまれる京都市内の路面電車を運営する企業となっていますが、実はかつて福井県内でも路線を展開していたのです。京福電気鉄道の前身は京都電灯で電力会社だったのですが、戦時中の1942年に廃線統制令が施行され、鉄道部門を引き継ぐ会社として京福電気鉄道は設立されました。そしてすでに京都電灯が運営していた越前本線以外に、別の会社が運営していた三国あわら線と、現在は廃止された永平寺線、丸岡線を引き継ぎました。このうち丸岡線は1968年7月に廃線となっています。ところで京福電車の福井県内路線では、2000年12月と2001年1月に列車衝突事故を2度も発生させ、事故後全線の運行を停止することとなりました。また事業の継続が困難となり、2001年に国土交通省へ廃止届を提出しました。し
しかしこの時京福電車がいきなり廃止となったことで、代行バスと自家用車へその利用者が流れたのですが、渋滞が悪化しバス、自家用車ともに通勤通学が困難になりました。これは積雪地帯の都市における鉄道の効用が道路交通の麻痺ということで再確認されたことにもなっており、負の社会実験の代表例と呼ばれることもしばしばあります。事態を重く見た福井県は京福電車が休止した路線のうち、越前本線と三国あわら線の2路線について、第三セクター方式で存続させることを決定。越前鉄道を設立して休止となったこの2路線について、越前本線の名称を勝山永平寺線と改めた上で、京福から引き継いで2003年に営業運転を再開させました。この時京福が廃止とした路線について、越前鉄道が引き継いで再開という形をとっています。実質的に廃線からの復活ということにはなるのですが、手続き上はこの動画の題材に沿ったものとは異なっており、京福電車が休止した路線を越前鉄道へ事業譲渡し、成就した越前鉄道が再開させたという形となります。なお旧永平寺線については旅客利用が見込めないとのことで、この区間はそのまま廃止となりバス輸送に転換しました。JR 可部線、可部、安亀山間。路線の復活で記憶に新しいのと衝撃的だった事柄といえば、JR 可部線の可部、安亀山間ではないかと思います。可部線の開業時は私鉄であり、横川、可部間は1909年に大日本軌道が横川、祇園間で軽便鉄道として開業し、その後1911年に可部まで開業した路線となります。その後会社が1929年に可部まで電化、普通鉄道化され、運営会社も可部軌道、広島電機、広浜鉄道と変わり、1936年国有化されて国鉄可部線となりました。一方の可部から先は最後まで非電化の路線であり、1936年に可部、安井室間の開業を皮切りに路線を延伸し、1969年に三段橋まで開業しました。可部線はその先島根県の浜田まで延伸させる計画で、1972年に三段橋から浜田までの工事にも着手したものの、こちらは国鉄の財政難に伴い工事中止となりました。国鉄が爆発して JR 西日本が可部線を継承しましたが、非電化区間である可部、三段橋間は赤字で苦しんでいました。それを受けて2003年に JR 西日本は、非電化区間である可部、三段橋間を廃止しました。しかし廃止となった区間の内高度地区の住民は、廃止する前から電化を求めて運動をしていました。可部からの先の区間でも一部が広島市内であり、なおかつ高度地区は人口も多い地域となっており、住民の足を守ろうと運動をしていたのです。その運動が広島市と JR 西日本を動かし、2013年に広島市と JR 西日本は可部線廃線区間の一部について復活させることについて合意をします。復活工事は2015年に着手し、2017年に可部、安亀山間が開業しました。ちなみに一度廃止となった JR の路線が復活したのは、この可部線の事例が初めての事例になります。現在の可部線は可部、安亀山間の復活以降利用者も増えており、混雑路線として名を連ねるほどまでになりました。今後は可部線の輸送改善などの施策が急務と考えられるでしょう。いかがだったでしょうか？今回の動画では、一度廃線になったものの復活した鉄道路線を紹介しました。取り上げた路線はこれから述べる8路線であり、名鉄小牧線、上飯田、安島間、富山地方鉄道、富山港線、東急新玉川線、近鉄京都線、丹波橋、京都間、蒲蒲線、京王高尾線、越前鉄道、勝山永平寺線、三国あわら線、JR 可部線、可部、安亀山間となりました。この動画が良かったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、
鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。